アスリートって僕は思うのはやっぱり結構際まで行くと身体をなんか思いっきり使って何かをするとそこで得た直感みたいなものがある気がするんですよね。でそれは何だったのかっていうのをこうどうしても人生で引っかかり続ける。すごい話だな、宇宙飛行士がやっぱり月面から地球を見るとなんか変なことになっちゃうらしいと、でそれデブリーフィングしても伝えきれないっていうのは、おそらく為末さんもそういうとこあるんだよねきっと。その伝えきれないんだよねおそらく想像できないもんだって俺たち。その世界陸上の決勝でなんかスタートラインに立ってる時のそこの人生の全てがそこにもうあるわけじゃん。そうですね、想像できないよね。だからおそらくそれを伝えようとして一生懸命いろんなことを言ってくださってると思うんだけど、でその結果がタオイズムっていうのはすごいな。どうですか、その子供たちに指導とかしてる時ってどうしたらこいつ本気できるのかっていうのは。まあ子供たちの場合はそんなプレッシャーとかねあれはあれなんですけど、夢中はうまく設計したいですよね。夢中はね、夢中はね、子供たちの夢中はまあ比較的シンプルで目ですよね。周辺の目をうまく散らして自分しかやってないっていう状況と適度な難しさとなんかそのあたりの設計をしていくとだんだん夢中になりやすくなる。目は結構邪魔ですね。邪魔をしますね、子供たちは。いや僕も一応今通信制高校の校長もやってるんで一応教育者でもあるんですけど、なんかまあ屋久島行くわけだよね。で屋久島で自然体験するんだけど、なんでそれで変わる子がいるのかっていうのは、なんかそんなに説明できてないっていうか、その経験則としてしかないんだよね。でもなんか座学とかだけだとダメだなってなんとなくみんな思ってるわけじゃないですか。だから自然の中で屋久杉ランド行って屋久杉の中歩いてると変わる子はいる。でもそれは為末さんの言うその腹の底から分かるってことなんだろうけど、でもやっぱり全然違うんですよね。情報量って言っていいのか分からないけど、その自然界なんかリアルにものを体験するっていうことと何なんだろうな。これなんかその今おっしゃってるのってその2つなんていうかな、文脈っていうか、まあある意味僕は最後北京のオリンピックなんですけど、競技場北京で走りましたっていう話とこれが自分の20何年かけた集大成ですっていう文脈があるとそのレースのドキドキ感が違うじゃないですか。ただ走るっていうのと、プラスその周辺の環境みたいなのがある気がしてて、なんかそのなんて言うんでしょうね、その文脈は何かっていうことと、実際のリアルの屋久島とかでの自然環境の中で考えることとか感じることみたいなものが普段とは全然違ってくるとかっていう感じなんだろうね。俺実は為末さんにすごく感謝しなくちゃいけないことがあって、俺大阪万博行った時に自分の体験の意味を言語化できた理由の一つが為末さんの一言にあったんだよね。俺やっぱり為末さんが「いや森さんオリンピックって選手村がいろんな人が一緒にいて、他の競技国際大会だと、例えばテニスの選手なんかはいいホテル泊まって専用スタッフもいて、でもオリンピックはもう選手村でみんな平等にで競技終わった後みんな街に出てきて祭りみたいになるんですよっておっしゃってたじゃないですか。それすごく印象に残ってて、で俺東京オリンピックすごくそうなるのを楽しみにしてたのにああなっちゃってそれができなかったじゃないですか。で大阪万博行った時に外国の方たくさんいらしてるんですよね。当たり前なんですけど、ああこれが為末が言ってたなるほどね、オリンピックの楽しさなんだって分かった時に遡ってちょっと東京オリンピックやっぱり悲しかったなと思ったんだけど、でもそれって僕はオリンピックの選手村経験してないわけだけど、経験した人がなんか本質を伝えてくれることでなんか伝わる、一部伝わることだからそういうのはあると思う。でもそれは経験してないとは言えないんだと思う、それが。なるほどね。いやどうすか。だからそれは役割なんだろうね、為末さんのね。他の人が経験してないことを経験してるから。すっごい変なこれ表現難しいんですけど、こう
国の人空港に降りた時匂いがあるんです各国で。やっぱ国の人にそれぞれもやっぱ大衆があるんですよ。だからなんかすごいそれ覚えてます。選手村の食堂でいろんな国の人がみんな汗もかいてるからなんかこう少なくとも日本の匂いではない何かが混ざっている。それは面白い話。まあそういうのも含めてですよね、体験的にね。そうか、だからなんかだから言葉があるんだろうね。だからタオっていう時にやっぱりおそらく動物につながる話じゃないですか。そうですね。それは、でも人間だからそれは言葉にして言えてるわけじゃない。そうですね。まあそこは確かに動物のままだったら言えないですもんね。伝えられないから。でもなんかな俺あと為末さんに聞いた話で意外とネタとして使わせていただいてるのが、この中怒んなくちゃいけないな。やっぱり個性って怒りました。個性はだからさほら俺よく本当にこれね為末さんのクレジットして俺今度9月に出る「ストイシズム」って本の中でも為末さんの話を引用してる。これ為末が言ったっていう。ありがとうございます。要するにオリンピックって理想の肉体みたいな万能の肉体みたいなのを思い浮かべるけど、競技によって全然向いてる体が違うんだって話をそのストイシズムの中で書いてるんですよ。大為末性。だからあれ話すごく心に残ってて。でも最初のオリンピックはみんな体型がね石像とかそうじゃないですか。と思ってたんだよね。でもまあ実際に競技やって特化していくとどんどん体型が変わって。で為末さんの場合でもそれ解明されたんですか。なんで為末さんはハードルが向いてたのかっていうのは僕がですね、今だと理論的には説明できるんですか。やっぱりでも競技長くやって特化した面もあると思うんですけどね。でも途中までウサイン・ボルトよりも記録良かったんでしょ。100のカール・ルイスより良かった。カール・ルイスより良かった、だからでもそこでどっかでフォークしたっていうか分かれたんだよね。そうですね、まあでも走るのが速いっていうのプラス、他競技かっていうのはあるんですけど、陸上だけに限って言っても走るのが速いプラスなんかなんていうかな、歩幅調整がうまかったんですよね。それはやっぱりなんか子供の時のいろんなスポーツやった経験とか。歩幅調整がうまいってめっちゃ面白い表現ですね。どういうこと？要するに走りながらですね、2メートル30とか出してるのを次は2メートル25センチにしたり45にしたり。それ自分で分かるの？それをなんか自分の手って振り子なんでこうやってやると振り子が長くなるじゃないですか。でこうすると短くメトロノームみたいな、そうすると短いと当然歩幅小さいし長いと歩幅伸びるんで、そういうのをなんか微妙に体使いながら。ハードルとハードルの間歩幅を調整していく必要がある。それは分かるんですけど、そんな精密に分かるの距離？なんとなく見ながらこれちょっと遠めだなとか、そうするとこうなるし近めだなっていうと。じゃあそれが下手くそな人は意外と引っかかっちゃったりして。そうなんですよ。でそれはなんでか分かんないんですけど、練習すればいいと思うんですけど、なぜかあんまりうまくならないんですよ、選手が。うまくならない人もいるってことね。そうですね。だから結構これはなんか努力でなんとかなる系だと思いきや比較的。何なんだそれ。何なんだそれ。なんか見たものと自分の歩幅でうまく。面白い話ですよね。いや俺相撲が好きで、相撲見てるとあれ何気なく俺たち見てるけど実はすごいことが行われていて、押されて後退していくじゃないですか。あの時に土俵がどこにあるかって分かってないと、よく時々あるんだけど足出ちゃう力士いるんだよ。すごいみっともないんだけど、それで負けってだからそれはプロとしては本当恥ずかしいことなんだけど、なんで分かってんのかっていうのがすごい、あの人たち後ろに目があるんじゃないかっていう。でもね、感覚的にはやっぱ目の前の力士の向こうに見えている観客からの距離で、分かる気がすると思いますね。そんな感じしますね。でもさ、素人はおそらくできないよね。だからあの人たち長年やってるとだんだん分かってくる。そういうことなんでしょうね。だから何気なく見てること実はすごいことがあって、だから俺も為末さんにそういう話聞くまではハードルって適当になんか走っていって飛んでと思ってたけど全然違うんだよね。そうですね。だけどそれと他を、いや俺なんかね、この話ですごく大事な気がするのは、なんか画がでもさ、その歩幅制限調整してる時って自分がそこにいるわけじゃないでしょ。
自分が調整してるって感じじゃきっとないんだよね。そうですね、そうですね。誰が調整してくれてんだろう。なんかこうやって茂木さんと話しながらお風呂に行ってそれでそうなんですか」って言いながらお風呂に入ろうとしたらちょっと暑かったとするじゃない、それ暑かったとしたら喋りながらおって足だけパッと動くじゃない。ああいうふうに身体の方になんとかな渡しておくのとなんか考えすぎてるとこのなんていうんでしょうね湯に足をつけるぞって思っていくとそこまで速くないんですよ反応が。そのままドプンといっちゃってその後に熱いって気づいて抜くことになるんですけどむしろこっちに意識がいってる時の方が反射的に足がどく。面白い話だね。だからなんかそれめっちゃ面白い話だね。そうか入るぞって言ってると反応が遅くなる。遅くなる。でもそれだからなんかその意識の注意の置きどころを分散するっていうかなんかもうちょっと違うところに置いておくと体がもう少し周りの環境にちゃんと対応してくれてそれがそうしておきながらうまく統合されてるような状態が一番いい走りの状態っていう感じ。なんかさ東京芸大が、東京美術学校でできた時にいろいろその前の伝統なんかも受け継がれたって話聞いてて、狩野派の絵師たちってなんか線を引く練習を延々と1000回とかやってた。だからそれもだからひょっとしたら為末さん言ったその、絵で線描くときに意識してるとダメなんで、意識しなくなるぐらい描いてたのかな。そうです。この絵師うまく描こうと思うとダメで。あとなんかテヘランでロリータを読むっていう面白い本があって、そのテヘランで英文学とかましてやロリータなんて記されてたんだけど、そのホメイニ革命以降それを密かに読んでた女子学生とその先生の話が最近イタリア映画になって僕飛行機の中で見たんだけどその中ですごく面白いシーンがあって、ジェーン・オースティンの小説で、イギリスのそういう上流階級の方々が踊りをしながら話して結婚相手を見つけるっていうシーンをテヘランの女性たちがやってみるんだけどものすごく難しいことが分かるのよ。踊りのステップに注意を向けながらそういう話をするっていうのがすごい難しい、どうやってたんだろうっていうシーンがあって、でも逆にそこに官能性があるって話になったの。だからすごくダンスに気を使わなくちゃいけないのにその中で相手と心を通わせるっていう制約があるからこそちょっとエロチックなシーンだみたいなことを言ってるとこがあって、なんかそれでもどっちで相手を選んでたんでしょうね。その会話の方がいい話だね。で踊りの会話関係ないのかもしれないな。身体的に触った瞬間の反応とかで選ぶ、どっちもね情報でありそうですけどね。でもなんか一貫してるのはその身体と考えることの関係を我々ちょっともうちょっと整理した方がいいのかもな。っていう観点からいくとやっぱりそういうのがない限りはAI 意識とかはないんじゃないかっていうのをすごい体の方に結構私たちあるんじゃないかっていうのを、どうしても体の世界にいたんで思っちゃうんですけどね。いや脳の回路ってやっぱり身体運動に関わる回路が圧倒的に大きいんで、しかもほら小脳とか大脳基底核とか高度な思考にも使われてることが分かってるんで、いや俺なんかね、例えば僕は勉強は苦労したことがないんだけど苦労してる人たちがいて、苦労してる人たちにアドバイスしてる人たちがいるじゃない。それ一大産業になってるんだけど、そこで間違う時って大体その身体との関係が間違ってる気がする。だからさお風呂に入ろうと思って足やると暑かった時にプッといけないんだけど、さっき言ったみたいにそうやって話しながら行くと意外と熱いよってなるっていう、それと同じようなことが勉強するぞって言ってやってるとなんかうまく調整できてない子がいっぱいいる気がする。なるほど。それ面白いですね。でもそれありそうですね。なんかいろんなことにそれがある気がして、それってなんかでも一般化できそうだ。それをタオと言ってるわけだよね。なんとなくその体だからやっぱ自我が中心にある自分がこうしようと外の世界に先に描いてそれを何とかしようと思うことのなんかそれはあんまり結局
いいものにならないんじゃないかって思ってる感じですかね。それでも運動とかアスリートだけじゃなくて全てに通じることがそこにある気がするな。でもちろん脳のアーキテクチャとも関係してて、だから確かに身体って例えば脳腸相関でいうと腸内細菌の動きなんて当然脳はコントロールできてないわけで、あんまり意識しようとするとお腹がおかしくなったりとかするじゃない。だから基本的になんかあんまりコントロールしない方がいいっていうのがあるんだけど、とは言いながらトレーニングしたりとか意識的な介入も必要なところあるじゃない。そうですね。そこの関係が実は非常に深いだろうね。おっしゃる通りですね。まさにだから思ってるよりも具体じゃないようなコントロールの方がいいんだろうなと思うんですけど、完全な解放でもダメだし、あと察知もしてなきゃいけないし、その体のなんか勝手に動く方の無意識の方から来る情報も察知しながらこううまくやるっていう、なんて言うか分かんないですけど、犬の散歩なのかなんかこうそういう感じが。今日もさこれ全然打ち合わせしないでやってるじゃないですか。ですごい変な話なんだけど、俺日本の社会で打ち合わせっていうのが全く理解できなくて、よくなんか打ち合わせのお時間をなんか30分いただけませんでしょうか。あれが一番腹立つメールなんだよな。打ち合わせの時間を30分いただきましょうか。候補日時を複数、まあでも何も考えないで向こう送ってきてると思うんだけど、俺あれいつも腹が立つけどまあにこやかにであれっておそらくその意識がコントロールすることとしないことについてのモデルがなんか違うんじゃないかなと思うんですよ。今日為末さんとまあこういう形で喋るってことは、で打ち合わせしてないじゃん。しなくても別に喋れるじゃないですか。そうですね。したい人ってなんかコントロールできると思ってるんだよね。その話す内容とかが。なるほど。よくわかんないのパネルディスカッションの打ち合わせしたいとか、いやパネルディスカッションだってやるんでしょ。打ち合わせってどういうことだって。でそういう人いない？いますね。いやそういう時どうすんの？いや僕は茂木さんよりは社会性があるんでちゃんと従って。それでどうするの？いや粛々と伺って。意味ないこと。まあでも当日は違いますよね大体。意味ないよね。その時はそうなんだから。でもそれ勘違いしてるんじゃない？その今の理論で言うと無意識を。そうですね。そうですね。僕はなんかそうです。だから世の中、コントロールするためには必要な情報がいるじゃない。でコントロールするために必要な情報っていうのは全部になるはずで、そんなことは不可能なんだからコントロールもまた不可能なんで、だいたいこんな感じってやってみて新しい情報が出てきたら修正するしかないっていう、そういう。今日だって為末さんと話してる内容だって全然用意してるものと全然違うわけだから。確かに用意してないしそもそも。タオなんてまさか言うと思ってないわけだ。僕ですか。タオでいいですか今日話して。いやタオでしょう。タオでいいですか。僕生きがいの後に書いた本が「The Way of なごみ」っていう本なんですけど、まだ日本語にはなってないんですが、なごみの道ってその道っていうのがタオですね。そうですね。道ってなんかすごくThe Way of the Dragon とかなんかドラゴンの道とかなんかかっこいいじゃん。なんかちょっと東洋的な The Way of なんとかってかっこよくね。なんかそう言って言えばいいのか。 The Way of Hurdle とか。そう The Way of Hurdle かっこいい。ハードルとなんか全部道にするじゃん。柔道とか剣道とか。そうですね。あれ何なんですかね道って。だから一般的に我々の世界で道っていう時はちょっとなんかこう若干こう硬すぎるっていうかこうねあれですけど、もうちょっと柔らかな方向での道っていうのはハードル道だよね。ハードル道ですね。やっぱり悟るっていうのもセットな気がするんですね。自分のこの与えられた身体条件とかいろいろなものを考えるとこのやり方なんだろうっていうのを察するっていうか、でそれを自分でやってみるっていうか。何なんだろうな。俺なんか別に成功することがいいっていうとは限らないけど、俺やっぱり為末さんでいうと100からハードルに変えたっていうのがすごい。そうですね。今早い言葉でピボットですね。でそれやるかやんないかで人生って変わったよね。ありますね。変わりましたね。それができるってことがやっぱり一番大事なことなんだと思うんだよね。それ道じゃないですか。なんかそれ何なんだろうなそれ。だからさっきのお風呂で言うと、暑いって足をどいて、暑いんだからあっちのぬるいお風呂に
行くかっていうふうにその場でパッと臨機応変に行くか、この熱い風呂なんとかしようって頑張るかみたいななんていうか、頭の中でも風呂に入るぞと決めたらこの入る風呂をなんとかするしかないんだっていう、その臨機応変さと、でも何の軸がないわけでもない、軸は一応あるんだけど臨機応変でいるっていう、あの辺の加減のところに。そのお風呂でいうと、このお風呂に入ろうと思った時暑いってのは、例えばだから無理とか自分には向いてないとか、ほんとにヒュッとなんか足引っ込めて、まあなんか他のとこに行くっていうのは人生としてあると思うんだけど、それが分かってるか分かってないかでかなり世界の見え方って僕は違うと思う。だから僕は